はい、皆さんおはようございます。ミネオです。さあ、パッチ1.1.1ね、情報来ましたね。はい、ということで今回は、バーバリアン、今回のシーズン1私使ってますので、こちら少しね、特化して見ていきたいと思います。はい、結構基本攻撃からの、土器生成量アップとか、操作障害系の変更等々入ってますので、数値的なね、アップ的には言われてましたけども、そのあたりも含めて実際、ゲーム画面見ながら確認していきたいと思います。はい。じゃあ早速いきますかね。はい。じゃあまずスキルツリー見ていきます。はい。基本スキルから。はい。こちら、バッシュ。はい。こちらの土器生成量が11から13に増加してます。はい。そして、フレイ。はい。こちら土器生成量10から13。そしてフレンジ。フレンジなんですが、フレンジに関してはこちらですね。はい。フレンジ強化。こちらの方の、さらに2土器を生成の部分が3に増加してます。はい。そして、ダッシュストライク。こちら、土器生成量が10から12に増加です。このあたりだから、あれですね。うん。ダッシュストライクだけがちょっと少ないかな。なぜか。なぜ13じゃないのか。ね。みんな大好き、ダッシュストライク。はい。ということで、今回、生成量に関しては、アッパーが結構入ってます。そして、次のコアスキル見ていきたいと思います。はい。コアスキルに関しては、こちら二刀流ですね。はい。こちらのダメージが、40%の部分が50%に増加になってます。はい。で、下ずっと行きましょう。はい。ラプチャーですね。はい。こちら、強化ラプチャーの部分。はい。こちらの 45% の出血ダメージ。こちらが、なんと70%に増加しますということで、結構出血ダメージアップしてますね。なので、出血系使っている方はいいんじゃないかなというとこでしょうか。はい。で、チャージ部分なんですけども、チャージ部分こちらですね。はい。強化。チャージによるノックバックで地表に叩きつけた敵に、ダメージ、30%のダメージの部分が、60%になってます。倍ですね。はい。かなりダメージアップなってます。なので、この辺古代戦士のね、古文書とかと組み合わせればいいんでしょうけども、結構これね、ばらまけちゃうような気がするんだけどね。はい。そして、もう一つ、チャージ、屈強の方ですね。チャージによってダメージを与えた敵を2秒間脆弱。この部分が4秒間になってます。はい。これも倍に伸びてます。はい。そして、もう一つですね。はい。打ち払い。もうここずっと名前変わるね。打ち払い。はい。打ち払いのところは、はい。こちら、2体以上の敵にダメージを与えると2秒間バーサーク状態になる。4体以上の敵にダメージを与えた場合は、効果時間が3秒間になるというところで、はい。こちらですね、少なくとも2人の敵またはボスにダメージを与えると2秒間バーサーキングになる。少なくとも4人以上の敵にダメージを与えた場合は3秒間増加というところで、なんとボスダメージでバーサーカング、バーサーカングって、バーサーカー発動するようになってますので、これ、ずっと発動じゃんってならん、これ。ずっと発動じゃんって。これやばくないっすか？はい。これは結構いいんじゃないかな。はい。じゃあ続いて、パッシブ関連いきましょうか。パッシブ関連。はい。パッシブ関連は、まず一つ目、ここ。はい。攻撃耐性のところですね。バーサーク中受けるダメージ3%から、4%に減少値増えます。なので、これはとてもいいですね。私も使ってます。とてもいい。バーサーク中受けるダメージが4%減少になります。はい。そして、下ですね。はい、ここ。流血。はい。ここの、こちらのクリティカル出血ダメージの部分ですね。はい。
こちらが今100%増加のところが115%微増になります。はい。先ほどのね、出血系と合わせてこの辺も、ボーナス値アップしてる感じでしょうか。そして、オーバーパワー値の、こちら5秒かけて11%の出血ダメージ与える爆発の部分が、ここも70%に爆増してます。はい。ただ、オーバーパワーが、私ゆかり結構ね、現状、うん。ダメージがね、結構オーバーパワーを出すのが難しい気はするんだけどな。どうなんでしょう。はい。そして、三つ目がここかな。燃え上がる闘志。はい。バーサークの最大持続時間が5秒長くなって、ダメージボーナス25%増加しますと。この25%が、35%に増加します。これはいいですね。これなので、ここの、はい、みなぎる怒りと変わんなくならないこれ。ね。だから、この辺ちょっと、こっちのみなぎるからこっちに変更に徐々になっていく感じになるんでしょうかね。結構この変更でかいような気はします。はい。で、パッシブのね、値を明確にするようにツールチップも見やすくするみたいです。はい。そして最後は、ここ、歩く武器庫。はい。ボーナスダメージ持続が、6秒から、8秒ということで、まあ、この辺は微増でしょうかね。はい。では続いて、古文書。ね、化身の方行ってみたいと思います。はい。ちょっと見ながら行ってみましょうかね。はい。今回ね、私的には結構嬉しかったかな。ちょっとぐるぐるはね、ちょっと難しそうなんですけども、結構ね、餅つきワンパンマンの人にとっては結構朗報が多かったんじゃないかなと思います。一つ目、祖霊の力の化身、イニシエの大槌の、衝撃で、ダメージアップというところで、今この32から50%の部分、ここが、40から58%ということで、まあ、だいたい1.2倍ぐらい。うん。なので、これはもう、ただただ嬉しいね。うん。ただただ嬉しい。はい。そして、二つ目が、はい、ここですね。死亡願望の化身、バーサーク中の、軽直の加護を得る。ここの、数値がまあ増えるということです。はい。そして三つ目。三つ目もこれ結構いいんじゃないかな。無慈悲なる憤怒の化身。コアスキルで敵を倒すと基本、土器コスト10%返却だったんですけども、これが、10から20が20から30%に増加しますと。さらに、ボスを攻撃した時もコストの払い戻しということなので、30%付与したら、めちゃめちゃ大きいんじゃないかなと思います。はい。なので、まあ、でも30%どうだね。うん。倒しきらないといかんからな。ただ、ボスを攻撃した時にもコストの払い戻し付与なんで、これは結構でかいんじゃない？うん。だって、倒すんじゃないからね。攻撃して払い戻しが、20から30%なので、結構でかいんじゃないかなと思います。はい。そして、4つ目かな。奴隷の力、未知死、化身ということで、チャージ、こちらの部分ですね。こちら50%の通常ダメージの部分が50から100が75から125%に増加します。先ほどのチャージのね、部分と合わせとという形でしょうが、これね、先ほど言ったようにちょっとばらまけちゃうからね、その辺が倒しきれちゃうといいんでしょうけど、うん。まあ私の使い方が悪いんでしょうか。うん。ちょっとね、チャージはな、まあ若干微妙な気はします。はい。で、5つ目でしょうか。はい。バルサ加速の、バル加速って、バルカススの化身。はい。こちら、リープ使いの人は朗報じゃないでしょうか。リープ発動時にアースクウェイクを起こして、4秒かけて756の物理ダメージ。このアースクウェイク内の範囲内にいるとダメージ減少率が5%というところで、この5から15%の部分、こちらが15から25%に増加です。3倍。ね、最低値は3倍。
最高値は 1.7 倍ぐらいでしょうか。これは嬉しいですね。はい。そして、最後ね、アースクエイク。はい。これも嬉しい。めちゃめちゃ使ってますからね。はい。アースクエイク。グランドストンプ発動時、アースクエイクを起こし、4秒にわたって756の物理ダメージ。範囲内にいると余ダメージが増加。この5から15%の部分。これが15から25%です。こちらも、最低値3倍から最高値約 1.7 倍に増加してます。これめちゃめちゃ嬉しい。めちゃめちゃ使ってるからね。はい。で、1個ね、古文書になかったのが、この、バーサーク中、周囲の敵に毎秒242火炎ダメージを与えるっていうね、バーニングレイジ。はい。これなんですけども、これね、炎ダメージが上がるみたいなんですが、まあ、あんま炎関係はダメージどうなんでしょうっていう昨日も話出てたんで、まあそこまで現状ね、あの、必須というか攻撃力アップにそこまで繋がらないのかなと思います。はい。で、あとユニークなものなんですけども、ユニーク装備なんですが、これに関しては、ちょっと私全部揃ってない部分があるんですが、基本的には、先ほど言ったように操作障害系の、アフィックスが、クリティカルダメージ系に基本的に置き換えられるようです。はい。で、一点だけちょっと気になったのが、バトルトランス、アミュレットですね。アミュレットのバトルトランスに関しては、基本スキルのダメージ負荷の部分がクールダウン短縮になりますと。あと、他のスキルへの攻撃速度が10から20%が35から45%って結構アップしますね。ということなので、バトルトランスに関しては少し使い勝手良くなりそうな気がしまいやす。ー、今回のアップデートをね、みんな、こんにちは、バーバリアンです。ババちゃんだよ。はい。ということなので、今回、かなり初期状態の育てにくさの部分にテこ入れ、プラス基本スキルからの怒りの回復、こちらがテこ入れされた感じじゃないかな。それと、操作障害系がすべて、おそらくクリティカルストライクのね、ダメージ系に変更なるっぽいので、その辺今持ってる方は置いてた方がいいんじゃないでしょうか。そんな気がします。はい。ということで、一応今回、放送に関してあった部分の主な変更点になります。で、今回詳しくは、太平洋時間8月2日なので、おそらく日本時間8月3日に、公式のパッチノート、おそらくこれが全部ではないような感じでしたので、おそらく公式のパッチノートで詳細がもっとグッとわかると思います。はい。そして、8月8日、日本時間ですと8月9日になるでしょうか、で、アップデートという形になるようです。なので、まあ今回一応ね、触り部分ということだったみたいですけども、一応8月3日のパッチノート待ちたいところじゃないでしょうか。また今回の件もあくまで個人的な私の見解ですので、その辺はご理解いただけたらと思います。はい、いつもご視聴ありがとうございます。またよろしければ、チャンネル登録、Twitter のフォローぜひよろしくお願いします。それでは皆さん、またライブでお会いしましょう。バイバイ。